こんにちは、ペロガサキです。デアゴスティーニの大人気パックトイシリーズ、最新作ストレッチーズズータントが届きましたので、今日はこれを開封します。ストレッチーズシリーズとしては第2弾となっていて、第1弾はストレッチーズミュータント。これを紹介したんですけれども、これは人間と動物の融合体で、こういった感じのキャラクターになっていました。そしてこれが今回のストレッチーズズータント。相変わらずこのかっこいいワクワクするパッケージで。おいちょっと待ってくれよ。同じ顔のやついいんじゃん。箱の全体はこんな感じですね。大きさは 32×22× 高さ12センチ。ズータントを全種類集めようといったことが書いてありました。さあ、箱の側面にラインナップがありましたのでチェックしていきましょう。バットレオン、オルベア、クーガダイル、イーグレオン、ミミジュゴン、鎧白熊、エレシャーク、これはガラガラス、カンガエル、ヒポガメ、ホーンパンサー、かっこいい、ブルヒヒ、はい、そしてイガブラ、ネーミングもなかなか秀逸ですね。かっこいい、ゴリガー、大くちばしザメ、フクロウルフという感じの全16種類です。このクーガダイルとミミジュゴンは黄色く発光しているので、おそらく蓄光の暗闇で光る商品なんでしょうね。それでは開封しましょう。さあ、こちらが個包装されたパッケージなんですが、毎回似たような感じとはいえ、このアニメタッチのイラスト本当にワクワクしますよね。このロゴもかっこよくて、このズータントの文字がモサモサっとした獣の毛っぽい感じになってます。伸びーる。じゃあ早速開けて中身見ていきましょう。では1個目。めちゃくちゃこの商品肌触りいいんですよね。ほい。お、うわ、まず最初に出たのはこちら。カンガエル。これが、名前でわかると思いますが、カエルとカンガルーのズータント。顔と手はカエルで体はカンガルーっていう感じで、ちゃんとここにポケットとかも造形されてますね。思いのほか顔がリアルで、こういう口元のシワの感じとかなかなかしっかり再現されてて黒いですね。で、表面は手触りサラッサラ、めちゃめちゃ気持ちいいんですよね。で、中には砂のようなものが入っていて、こういう風に形を少し変えて遊んだりすることもできるといった感じですね。こんな感じになりました。足はこの通りぐにゃんぐにゃんなので、ちょっと自立は難しいようです。それでは2つ目、開封します。もうここ切れ込み入れておきました。これは、おい、おー、すごい。こちらがオルベア。シャチとクマの特徴を併せ持つオルベア。まん丸で黄色いお目目が可愛いですね。で、口には牙がしっかりと生えていて、下は赤く塗装されています。喉のあたりにツキノワグマ的な模様が入ってますね。思った以上にいい感じでシャチとクマが組み合わさってますね。上から見るとしっかりシャチ、胴体はクマといった感じです。で、これは四つん這いの体勢なので、バランス取ればなんとか、バランスを取ればオルベア、思ったより良かった。3個目。お、これはこれ人型かな。せーの。うわー、全然違った。カメ。カバとカメの特徴を併せ持つヒポガメ。進化能力が息継ぎなしで水中長時間。なんか面白いな、これ。息継ぎなしで水中長時間。硬い甲羅となってますね。こんな感じですね。ちょうど手のひらサイズ。可愛らしいですね。顔はこんな感じです。結構このカバの顔が怖く作られてますね。怪獣っぽさがあってかっこいいです。胴体はカメなんですが、結構なんだろう、噛みつきガメとかそういう感じのね、ゴツゴツした甲羅になっていますね。尻尾はありません。ここのゴツゴツの部分が触り心地最高です。これはかなり重心が低いのでしっかり安定します。大きさを比較するとこんな感じです。少し小さいですね。ストレッチーズズータント。おお。さあ次に出たのはフクロウルフ。フ
フクロウと狼のズータント。進化能力は素早い動きと夜でも見える目。の名前がちょっとね、ダジャレっぽくて面白いですね。凛々しい。割とこのイラストと比較してみても、なかなかしっかりと再現されてるんじゃないでしょうか。で、全体はこんな感じで、顔からこの背中にかけてフクロウの羽毛のようなものが覆っているんですが、胴体はウルフ、狼ですね。で、手足には砂は入っていなくて、ブニブニしています。なんか結構ね、感触が硬いですね。フクロウの平べったくなった感じも再現できます。これ元に戻せるのか。ということで、フクロウルフでした。どんどん行きましょう。ストレッチーズズータント。お、赤い牛さんです。顔がかわいい。ブルヒヒです。こちらはマントヒヒと水牛のズータント。進化能力はジャンプ力と突進力。すごくね、こう、たくましいですね。で、顔はこんな感じです。つぶらな瞳がすごく可愛らしいんですが、ここね、ちょっと見えづらいかな。なんかそのマントヒヒの顔のシワの感じ、このようにしっかりと再現されています。で、結構この牛の筋肉質な雰囲気がしっかり再現されていて、かなり力強い印象ですね。背中の方は毛がちょっと長めになっていて、この辺も触り心地がめちゃめちゃ気持ちいいです。ここ最高。足腰はかなり力強そうに見えますが、立てるかどうか。さあ次、6個目開封しましょう。触っただけじゃ全然わかんないですね。いきます。おお、ちょっと小さめ。こちらはホーンパンサー。パンサーとアイベックスのズータント。進化能力は素早い動きと鋭く硬い角。少し大きさとしては小さめなんですが、体つきとかやっぱりしっかりと造形されていますね。このかなり気迫のこもった感じの顔、これなかなかかっこいいですね。この角も表面の凹凸がしっかりと再現されています。こういう感じでですね、やや上体を起こしたようなポーズになってます。そしてこちらも足が結構長いので、自立は無理でした。どんどん行きましょう。毛がふさふさ。うお、怖っ。ガラガラス。カラスとガラガラヘビのズータント。進化能力は硬いくちばしと不気味なガラガラ音。これ必要なのかな。さあ、ガラガラスです。若干可愛いですね。ヘビの胴体が結構短めになってるので、なんだろう、クリオネっぽいフォルムになってますね。結構羽毛とかがね、しっかり分厚く表現されてるので、この辺も触り心地がかなりいいです。上半身が羽毛になっていて、下半身は蛇の鱗。ここでこう触り心地が変化するのがなかなか楽しいです。尻尾の先端にはこのガラガラの鱗がついてます。顔吊り下げたり壁に貼り付けたりするといいのかなって思いました。ガラガラス。さあ次開封しましょう。お、これちょっと重たい。ちょっとなんか丸っこい感じで大きいですね。いきます。おお、クマ。こちらは鎧白クマ。北極熊と仙山鋼のズータントです。進化能力は鋭い爪を持つ足、鎧のような皮膚。今回のクマ枠、鎧白クマです。基本的にベースがクマになってるので、この正面から見た感じはあんまり違和感はないんですが、背中側はこんな風にしっかりと硬い鋼皮で覆われています。ここがなんか結構ランダム性のある形になってて、手触りも非常にいいですね。この逆撫でっていうんですかね。こういう向きに撫でていくと、少し引っかかりがあるのがなかなかいい感じです。かわいいお顔です。さあ次、開封しましょう。いきます。せーの。こちらがイカブラ。イカとコブラのズータント。ね、そのネーミングセンス素晴らしいですね。進化能力は毒吸盤のある触手。はい、イカブラです。なんか思った以上にいいんじゃないこれ。なかなか顔も大きめに作られてて、可愛いですね。で、こういう感じですね。うわすごっ。
見て細かいですよ。ここのベロベロの部分はビロビロして遊ぶことができるんですが、薄くてイボイボしてる。気持ちいいです。で、イカの体。ここはね、ツルッツルですね。でこのイカの触腕っていうんですかね。ここはちゃんと吸盤まで造形されてます。で顔もなんか可愛らしいですね。目が大きくて。すごく気に入りました。ちゃんと下も立体的に造形されていて、こんな風に赤く塗装が入っています。さあ、次行きましょう。ちょっと重たい。せーの。ほっ、おーきたー。エレシャーク。ゾウとシュモクザメのズータントです。進化能力は強く太い足、鋭い歯となってます。さあ、こちらがエレシャークです。ゾウの胴体にハンマーヘッドシャークの頭。この組み合わせなかなかちょっとね、最強なんじゃないかなって思いますよね。これがゾウの胴体。ちゃんとシワなんかも再現されていて、分厚い皮膚の雰囲気っていうのが伝わってきますね。このちょっと傷がついたような特徴的な背びれがついていて、ちゃんとエラなんかも再現されていますね。で、顔はこんな感じです。胴体部分が結構大きめなんで、この握った感じもしっかりしていて、パンチしがいがありますね。ありがとうございました。さあ、今ので10個目でした。毎回これ撮ってるといつもそうなんですけど、後半だんだん疲れてきちゃうんですよね。テンション上げていきましょう。ちょっとそろそろ光るやつ見たくないですか？これ多分ね、中身光るやつですよ。いきます。おーっと来た、本当に来た。ミミズクとジュゴンのズータンとミミジュゴンです。なんでこの2つを組み合わせようと思ったんでしょうかね。進化能力は夜でも見える目、水中での機敏な動き。さあ次はミミジュゴン。こんな感じです。ちょっとね、全体がこの蓄光の白いボディなので見えづらいんですが、上半身の羽毛の感じ、これはこれまで同様ちゃんと再現されています。で結構この羽の部分がしっかりしてて、またここもね、触り応えがあっていい感じですね。そしてこのジュゴンのボディですね。またこの縦長のシリーズなんですけど、結構しっかり太さがあって触り応えも十分といった感じです。次いきます。なんだビロビロしてる。ほい。おお、これ初じゃないですか。中が透けてる。バットレオン。コウモリとカメレオンのズータント。進化能力はカモフラージュ、夜間飛行。ありそうでなかった組み合わせって感じですよね。羽がめちゃめちゃ薄くてピロピロなんですよね。でちょっと形を保持するのは難しいんですけど、この羽の感触気持ちいいです。特徴としてはこの翼についた手と言っていいのかな、爪の感じはコウモリ、後ろ足の形はカメレオン、胴体がカメレオンで翼がコウモリっていう感じですね。結構顔がリアルですよ。紫色のベースに中にオレンジ色の砂が入っていて、発色も綺麗ですね。尻尾はずっしりしています。この羽は伸ばしがいありますね。これもかっこいい。バットレオンでした。いきます。かわいい。こちらはオオクチバシザメです。進化能力は硬いくちばしと速く泳げると書いてあります。すごいマンゴーみたいな色をしています。表面はツルッツル。サメ肌にはなっていないんですね。非常にシンプルな作りではあるんですが、この尻尾の形なんかは結構凝った形になってますね。で、大橋の顔、つぶらな瞳がとっても可愛らしいオオクチバシザメでした。さあサクサクいきましょう。次はこれ。ほい。羽が見える。かっこいい。これはパッケージにも写真が載っていました。イーグレオンです。ライオンとワシのズータント。進化能力は大きな遠吠えと空からの急降下。
さあ、これがイーグレオンです。ライオンとワシ。猛禽類の足がしっかり再現されてます。なんかちょこんとついてる感じが可愛らしいですね。そして大きな翼。これはなんかそんなに羽毛が細かくは作られていなくて、結構表面が滑らかです。裏面はこんな感じですね。尾羽なんかもこういう風に層になっていて、この辺も触るとめちゃくちゃ気持ちがいいです。ライオンのこの険しい表情がすごくかっこいいですね。前回のストレッチーズミュータントにもライオンのキャラクターいたんですけど、ちょっと画像で出しておくんですけど、比較するとこんな感じで、多分これ顔一緒ですよね。これも羽がビロンビロンなんで、少しポーズ保持が難しいんですが、エンブレムみたいでかっこいいですよね。ノビール、イーグレオンでした。さあ、あと残り2つになりました。いきましょう。結構重たい。せーの。おお。あ、これ主役ですね。ゴリラとトラノズータント、ゴリガーです。進化能力は知能プラス腕力、そして牙。今回パッケージでもセンターを飾っております。こちらのゴリガー。虎の顔にゴリラの体。これは前回のストレッチーズミュータントに一番近い感じはするんですけど、ゴリラ、いいですよね。横顔はこんな感じで、背中には虎の模様がちょっとずつ入ってます。民族のメイクみたいな感じでかっこいいですね。ちょっと残念なのが、顔に虎柄の模様、イラストには入ってるんですけど、現物には入ってないんですよね。ここ欲しかったですね。ただ割と顔の再現度は高いようにも見えます。ゴリガー。さあ、いよいよ最後の1個になりました。めちゃくちゃ楽しかったです。では最後、いきます。ほい。お、めちゃめちゃ綺麗ですよ。ちょっと美味しそう。はい、一番最後に出たのは、クーガダイル。ワニとクーガーのズータント。進化能力は素早い動きと鋭い歯と強い顎。クーガダイル見ていきましょう。めちゃめちゃ蛍光色ですね。これは間違いなく光るやつです。クーガーのボディにワニの顔。このフォルムはなかなか魅力的です。顔、大きな口が開いていて、口は完全に閉じた状態にはなっていないんですが、一応この上顎と下顎にも砂は入ってますね。イラストを見てみると胴体部分もワニになってるっぽくて、この辺はね、ワニの鱗が再現されているようですね。ちょっと触った感じイボイボっとしています。ぴょこんとした尻尾が可愛らしいですね。耳がね、ワニじゃなくて多分これクーガーの耳なんですよね。この獣耳感がね、可愛らしいです。クーガダイル。というわけで今回はストレッチーズズータント全16種類一気に開封しました。台の上に並べてみようと思ったんですけど、やっぱ自立しないのでね、こういう感じになってしまいました。で、前回のストレッチーズミュータントはベースが全部人間だったんですけど、今回は動物と動物の掛け合わせっていうことで、思った以上にいろんな形のものがあって、なかなか満足度が高かったですね。で、今回のお気に入りは、どうかな。やっぱり、そうですね。やっぱりこれかな。ゴリガー。今回はですね、ゴリガーと、これなんでしたっけこいつ。コブラとイカあれなんでしたっけ、イカコブラじゃなくて、イカブラ。結構こうやって横に持ってみるとね、イカブラでっかいんですよね。では最後にこの蓄光の光る2体を光らせて終わりにしましょう。どんな感じで光るのか楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。部屋の明かり消します。さあ今部屋の明かり消しました。照明も、今ね照明2つ使ってるので同時に切りましょう。
れが耳ジュゴンで、やっぱなんかあんまし光んないやついるんですよね、毎回。肉眼で見るとまあうっすらですけど光ってます。まださっき開けたとこではあるので、もうちょい光を吸収させてあげればいいのかな。こっちは結構ね、しっかり光ってますよね。それでは。